ジョイジョイのジョアナです。今回はパート2、ジョイジョイトークにも、載ってるねんけど、今日は私のママをインタビューします。皆さんご存知の通り、うちは日本生まれ日本育ちやねんけど、なんとママも日本生まれ日本育ちやから、ちょっとその経験について聞いたり、あとなんかこう比較できるものとかあったら一緒に話したいなって思ってんねん。じゃあ まず何人か、あと自分のなんか名前と何人かとかそういうちょっと自己紹介をお願いします。イギリス人です。でもママのママはアメリカ人、でお父さんは、ウェールズ人、で2人とも日本で会って日本で結婚して、滋賀県の八日市で生まれた。で3歳の時に大津市に引っ越しして、お兄ちゃんと私とずっと家族と住んでたんやけど、でも他の外人いいひんかったんやその時。だから、同じお父さんの仕事の外国人、たまに会ってその外国人見たことあったんやけど、オーストラリア人とかイギリス人他の家族でも、ほとんど知らんかったん。だからなんかたまに京都行くやん。で京都行って外国人で私らがなんか外国人やってなんか自分もそうやったんやけど、めっちゃなんか楽しいっていうか、外国人見たらすっごいで自分がなんか外国人って忘れるぐらいなんかあんまり違うっていうのは意識してたけど、なんか忘れる感じやった。すごいな。だってさ、滋賀県今も田舎やけどその時もっと田舎やったやそうでこれってさ1976年とかさ、子供の時は。である時長浜のプールに行った。それは1980年から、プールに入って家族、そしたらなんかプール泳いでるやん。でみんながわーって外国人って寄ってきて、でこっち行ったらプールがみんなこっち寄って、で今度こっち行ったらでプールの中にみんな人が移動しててさ、そしたらなんかアナウンスが、プールを全部使いましょうってなんか流れてさ、それもめっちゃ恥ずかしいやん。なんか外国人がいるからって言わずにさ、全部使いましょうってなんかめっちゃ大変やった。で妹が、6歳下なんやけどめっちゃ可愛い、ジョアナみたいなくるくるって髪の毛、である時浜大津の声優のとこで立ってたんやん、こうやって、誰かお迎え待ってて、でその時におばちゃんが歩いてきて「マネキンや!」ってなんか妹の髪の毛マネキンで髪の毛引っ張ってさひどでもなんかそんなんあった。それが普通やってんな。そうであとな、いや鼻毛も金髪やとかさでもよう言われてた。だから自分も外人見て珍しいし珍しかったん。わお、でいいひんかったねその時。そうやんな、だから京都行ったら外国人がいる。わお、すごい。で幼稚園にある時一人の男の子が来て、唯一外国人幼稚園いて、幼稚園は日本の幼稚園行ってた。それだけ、その子しかいひんかったでなんかその時はなんか同じやなって思ったけど、結構難しかったんじゃない、子供の時。そうでもない。そうでも、あんまり考えへんかった。みんなのアテンションが良かったかな有名人みたいな感じ、有名人、学校はどうしてたん？学校はお母さんに教えてもらったホームスクール。だからそれはちょっと寂しかったな。でもその時親は英語を教えなあかんって、イギリスにいつか戻れるように、それは良かった。英語をちゃんと教えてくれたのは良かった。後で良かったと思ったけど、幼稚園までずっと一緒やったけど、急になんか家でお兄ちゃんと2人だけこうなんか勉強して、全部英語の教科書送ってもらったり、それは大変やったな。でもそうやな、そのおかげで今
こうイギリスと日本っていう2つのなんていうんやろ、自分が生活できるところがあるって感じよね。わあ、イギリスと日本の方が長いけど、長いよな。そうやな。どっちが好き？どっちが好きっていう毎回聞かれて困んねん。でもさ、ジョアナと、うんジョアナの弟、うん2人いるやん、うん、どっちが好きって聞くのと同じやん、いやジョアナはジョアナ、アンディはアンディ、ジョンはジョン、いや、うちもいつも聞かれてってなる質問。だから比べられへんけど、思い出は両方あるし、ね、いいところもあるし、どの国もそうじゃない？じゃあ、子供として子供として日本で育った経験は結構今聞いたけど、逆にこう、イギリスに行って中学高校大学はイギリスやったやろ、で日本に大人として戻ってきたけど、その経験はどうやった？なんか大人として日本に住むっていう経験。日本に住む、全然違うかな、けどその時はすごい戻りたかった。そっか、もう何年か離れてたから戻りたいっていうすごい気持ちがあって、日本に住めてすごい嬉しかったけど、なんか難しいな。難しいこういうなんかジョイジョイのビデオもいつもなんかこう文化とかこうなんやろ、文化やな、いろんな文化で育ってきたメンバーやから、そのことに話そうと思うねんけど、いつも難しいねん。なんか頭の中で考えていることとか、今まで経験してきたことを伝えるって結構難しい。なんか We've experienced so much、 いろんな経験ありすぎて日本語もおかしくなってきた。難しいと思う。で、じゃああと聞きたかったのは、日本でお母さんとして住むのはどうやった？なんか外国人のお母さんとして。でもな、この質問の問題は、はい、日本のお母さんしか知らんやん。日本だから、ね、I was never a mother in England。 That's true。 やろ、だからどうやったって言ったらそれが普通やったん。だから日本に戻るのも、なんかその一方その時住んでたん。だからあんまりなんか比べようとはしなかった。なるほどね。でジョアナにもそういうこと教えてたで、ちっちゃい時。いつもさ、イギリスはこう日本はこうとかいいけどさ、日本に住んでる時は日本を楽しんで、イギリスに住んでる時はイギリスを楽しんで、そのところで住んで、その時を掴んで、だからあんまり考えるのも良くないと思うで。素晴らしい。ごめん。いつまでも先生やわ。だからそういう質問は難しい。ママはママらしく日本でお母さんやったん。いいね。で、だから例えば妊娠するやん。ほんでその生まれる時とかさ、イギリスと文化と全然違うやん。だからお医者さんも違うこと言ってるやん。本でイギリスで読むの。でもその時にイギリスではこうやでとか、イギリスって思ってしまったらここも楽しめへんし、帰られへんやん。そうやな。だから日本に住んでる時は日本の文化そのまま受け入れて、日本の通り、だからあんまりな。なるほどね。いや確かに確かにめっちゃ言われてきたわって今思った。でその方が楽やんな。絶対楽。そこを受け入れて、なんかだから意見は違うかもしらんけどさ、そのお医者さんのやり方は違うけど、そこでさ、でも私はスプーンでしか食べられへんって思ったらおかしいやん。お箸使うやん。それと同じようにそのもっと深いところも、だからI'm an English mother in Japan とか考えずに、ただなんか日本に住んでここでこの通りになんか子供を、それってじゃあ日本がすごいYou felt comfortable ってことやんな。そう、でそこに友達もいたやん、だからそこがなんかもう実家やった。いいね。
だからイギリスに帰るって言うけど日本にも帰るっていう、なるほど。だから両方。それはわかる。覚えてんねん。一回イギリスに夏休みで行って、でおじいちゃんの弟にこうイギリスに帰ってきたってうちが言ってん。帰ってきたっていう言葉、came back って言葉を使ったら、わあイギリスの家やと思ってんねんな、素晴らしいねって言われて、と思って、別にそういう意味じゃなくて自分が今いるところがそう習ってるやん、ちゃんと習ってるいやで覚えてんねん。すごいショックやってママにって言いに行ったら、ママがそうやで、今自分がいるところが自分が戻ってきたとこ、なんか別に全然違う国でも多分なんか今自分がそこにいるならそこは自分の場所、居場所みたいな、そう思うよかったなじゃあ最後になんか他に聞いてほしいことある？そういう質問が難しいね、ジョアナ難しいから何聞いてほしいって聞いてんの。何を聞いてほしい？関西弁のこと聞きたい。何？チャリンコとか？チャリンコ久しぶり。めっちゃとか？関西弁あかん？しか喋れへん。この間さ、面白い話。この間、会議行ったん。イギリスで、イギリスの会議、でその会議室に、たまたまテルフっていうところ、日本の会社がいて、そこの土曜学校の子供たちが50人来てたん。でうちはこっちで会議してて、その50人土曜学校の人がいたんやんか、でトイレ入ったら日本語やったんや。そしたら日本語バーってなんか話してるんで子供が並んでたんや。トイレは一緒、同じ会、別の会議。そしたらそこのおばさんにイーディが日本人ですか？日本人ですよねって言ったんや。そしたらその人が関西人ですよねって答えた。なんか日本人ですよねって言ったら、関西人ですよねって言われた。関西人。そしたらなんでって話になって、でそういうなんか土曜学校のなんか集まり、だからその一文章でさ、関西って分かった？ほんまイントネーションが違う？全然違うねん。びっくりした。そう、山口に住んでて、もう今イントネーションがそうなんかもうすぐバレる。でも関西しか知らんからさ。そうだね。ちょっと今はうち山口弁と標準語と関西弁でなまってるから隠せられへん。びっくりしたその時。でもイギリスで日本人に会うとめっちゃ嬉しい。でなんかもう話したいしさ、なんか。OK、じゃあ今度こそ最後の質問。いつか日本に戻りたいと思ってる？もう明日でも行く。明日でも行く。すごい。じゃあ誰かちょっとママのために飛行機のチケットをください。お金を何それ。じゃあこんな感じかな。はい。ありがとう。バイバイ。めっちゃ楽しかった。じゃあ待ってちょっと早い。チャンネル登録といいねボタンとコメントちゃんと返事するからコメントしてください。はい。バイバイ。